はい、ひろちゃです。昨日、カヤックで釣りの方行ってきたんですけど、まだいますね、サバフグ。結構高いルアーとかも何個もやられちゃってて、テンションがかかってたラインがいきなりふって軽くなるんですよ、切られると。あれがもうトラウマです。で、そのサバフグなんですけど、中には持って帰って自分でさばいて食べるっていう人もいると思います。なので、今回はサバフグについて、まず、さばくのに免許は必要ないのか、あと、免許に関して最近ちょっと大きな動きというか変更があったので、フグの免許について、あとは毒サバフグの見分け方、あとは、毒サバフグを食べたらどうなるのかを、ちょっと話していきたいと思います。まず、フグをさばくのに免許が必要かどうかですけど、これ結構勘違いしている人も多くて、免許を持っていないイコールフグをさばいてはいけないではありません。免許が必要な場合っていうのは、例えばお店なんかでフグをさばいて調理してお客様に提供する、こういう場合は免許が必要です。あとはフグを販売目的でさばく、これも免許が必要になります。じゃあ逆に免許が必要ないのはどんな場合かというと、販売目的であっても免許を持っている人の立ち会いのもと指導を受けてさばく、これは免許がなくてもできます。あとは自分で釣ってきたフグを持って帰って自分で食べたり、家族で食べたり、あとは知り合いに分けてあげたり、これは、免許がなくてもできます。これはどういうことかというと、フグに関する決まりっていうのは各都道府県の条例、いわゆるフグ条例っていうので決められています。そしてこの条例の根拠法令となっているのが食品衛生法になります。食品衛生法では、フグをさばくのに免許が必要な人について、フグを処理する営業者にあってはって言ってるんですよね。なので、個人の範疇でフグをさばくことに関しては制限していないんです。ただ、ここで勘違いしてはいけないのが、個人でのフグの処理について、法律で明確に許可されているというよりも、法律では言及されていない、決まりがないっていうだけであって、決して推奨されるような行為ではないですし、むしろやめた方がいいと思います。無免許でのフグの処理は本当に危険なので、もしやられる方いらっしゃる場合は、よく言われている自己責任でお願いします。次にフグの免許についてですが、フグの免許は国家資格ではなくて、各都道府県の条例に基づいて試験をして、それに合格した人に与えられる免許になります。なので、免許を取る場所によって免許の名前も違いますし、試験の内容や難易度も地域によって大きく変わります。例えば、多くの地域では筆記試験と実技試験やってるんですけど、中には実技試験がなかったり、講習を受けるだけっていう地域もありました。でもこれって消費者からしたらちょっと不安じゃないですか。業者側としても免許を取った地域でしか有効じゃないですし、連携している地域であれば申請と、講習を受ければ有効となる場合もあるんですけど、基本的には他の地域では無効となるので、ちょっと面倒ですよね。この辺は長年問題視されていて、国にも免許の統一化の要望だったり、その署名運動とかあったりしたんですけど、今年2021年6月から免許が統一化されました。まず免許の名前ですけど、フグ処理者に統一されています。あとは試験内容も統一されていますし、以前は多くの地域で受験資格に実務経験を設定しているところもあったんですけど、統一後は実務経験は必要なくなりました。知識と技術があれば免許の取得ができます。次に毒サバフグの見分け方ですけど、これは私が昨日釣ってきたサバフグになります。皆さんこれが何サバフグかわかりますかね？それぞれの特徴をしっかり理解している人であれば、すぐわかるかと思いますけど、これは黒サバフグになります。体が全体的に黒っぽいっていう特徴もあるんですけど、そこは個体差でも結構変わってくる部分なので、尾びれで判断するのがおすすめです。黒サバフグはこのように尾びれが黒っぽくて、上下の先端部分がちょんちょんって白くなっています。他には尾びれの真ん中部分が外側に膨らんでいるのも黒サバフグの特徴となります。白サバフグと毒サバフグは尾びれが黄色っぽくて下半分が白というか、グレーっぽくなっています。白サバフグの尾びれは真ん中部分がゆるーく膨らんでいるか、ゆるーく内側に沿っていて、毒サバフグは内側に大きく沿っています。白サバフグと毒サバフグはよく似ていて、
パッと見では判断が難しいんですけど、背中を見れば判断ができます。この写真は私が釣った黒サバフグなんですけど、白サバフグも同じように背中にトゲトゲがあって、ザラザラしている部分があります。毒サバフグの場合は、このザラザラが背びれの根元まで続いているのが特徴です。同じサバフグの仲間にカナフグっていうのがいて、これも結構似ているフグなんですけど、カナフグにはこのザラザラがなくて背中はツルツルしています。ちなみにカナフグは肝臓に強い毒があります。次にもし毒サバフグを食べてしまったらどうなるのか、死んじゃうのかですけど、これは食べる部位と量によって違ってきます。実際に毒サバフグを食べて中毒を起こしてしまった事例があるんですけど、その中毒を起こした個体を調べたデータがあります。まず毒量を表す単位として MU と書いてマウスユニットっていうのがあります。これはネズミ1匹の致死量、正確には体重 20g のネズミが30分以内に死亡する毒の量を1マウスユニットとして表したものになります。人間の致死量は文献によって違いはあるんですけど、3000から2万、あとは1万とか言われていて、今回は目安として1万マウスユニットとして考えます。こちらが先ほどの実際に食中毒を起こした毒サバフグの個体を調べた毒の量になります。これを見ると筋肉であれば 1g あたり220マウスユニット、つまり約 46g 食べると人間の致死量である1万マウスユニットを超えます。これって怖くないですか？ 46g なんてすぐ食べられちゃいますよね。次に皮ですけど 1g あたり80マウスユニット。皮だけを大量に食べる人もいないとは思うんですけど、一応計算上は 125g 食べると致死量に達します。次に生殖腺は 1g あたり1900マウスユニット。この毒量だとおそらく卵巣だとは思うんですけど、桁違いの毒量を持ってますね。これは 5g 食べるだけで致死量近くまで達してしまう計算になります。内臓に関しては具体的な部位が書いてなかったので、省きます。ちなみに毒フグっていうのは生まれた時から毒を持っているわけではなくて、育った環境、主に食べる餌によって毒フグになります。なので今後地球温暖化の影響で海水温が上がって海の環境が変化することによって、今現在日本では無毒とされているフグが毒フグになる可能性もあります。あと異なる種類のフグのハイブリッド、いわゆる雑種と呼ばれるフグも中には存在していて、雑種になるとどの部位に毒があるかわからないので、例えばこのフグちょっと変だなとか、ここはあの種類だけどここは違う種類の特徴っぽいなっていう場合、単なる個体差かもしれないし、もしかしたら雑種っていうこともあるので、絶対に食べないようにお願いします。その前に無毒のフグであっても無免許での処理は非常に危険なので、罰則がないにしてもしない方がいいかと思います。以上となります。今大量に発生しているサバフグですけど、おそらく海水温が下がってくれば減ってくると思うんで、それまでは何か対策をしながら、頑張って釣りをしましょう。今日はここまでとなります。バイバイ。